ローウォーズファンの皆様、おはようございます。本日の話題は、ギルド戦と、それにまつわる話になります。ギルド戦に出場している人の多くは、ギルド内の作戦指揮官から赤い点で指示された防衛拠点を攻撃していると思います。ギルドによって常に同じ人物が作戦の指揮を執っているケースもあれば、日替わりで作戦指揮官が交代しているケースもあると思います。カーク信者のギルドでは、昨年の春先までは、フランス人のギルドメイトが1年間にわたり作戦指揮官を担っていましたが、彼が引退した後は、カーク信者が作戦指揮官を務めています。カーク信者は基本的に無職生活をしているので、ギルド戦がスタートする日本時間の午後6時に在宅していることが多く、作戦指揮官を務めることに抵抗は一切ありません。無職。職業がギルドマスター。ある意味、そこまで割り切っているなんてすごいな。ギルド戦の攻撃目標を選定する作業は、不慣れな頃は大変だと感じるかもしれませんが、2週間ほど作戦指揮官を経験すれば、わずか10分程度で攻撃目標の選定を終えることができるようになります。ギルドグラビティでは、29名のギルドメイト全員の役職をジェネラル、将軍に設定しているので、不適切な攻撃指示などに気づいた場合は、誰でも勝手に攻撃目標の指示を変更することができるようになっています。このゲームは長丁場だから、日々の細かなミスを嫌ってギルド戦の作戦指揮を幹部だけで考えるよりも、ギルドメイト全員に権限を付与していた方が、長期的には多くのメリットがあると思うんだよ。さて、このような考えでカーク信者は現在のギルドを運営していますが、新規加入のギルドメイトがギルド戦に参戦した際に、こういった考えを理解していなくて、古参メンバーから見ると意味不明な行動をしてしまうことがあるのです。実際に起きた実例の話をするよ。ゴールドリーグでは20名、シルバーリーグ以下の下位リーグでは15名でギルド戦を戦いますが、ギルド戦の攻撃目標を指示する際に考慮すべきことは、満点を取れるかどうかに尽きると思います。圧倒的な戦力差がある弱小ギルドと対戦する場合だと、作戦を練っている時点で、その日のギルド戦で満点を取れることを確信することがあります。そのような際は、作戦指示の赤い点を最初から全ての防衛拠点につけますが、満点の獲得が無理だと分かっている場合は、いくつかの防衛拠点の攻撃を最初から断念することになります。つまり、10カ所の防衛拠点の中で、いくつかの建物には、赤い点の攻撃指示を付与しないということです。このギルド戦のマップをご覧になるとお分かりになると思いますが、鋳造工場への攻撃は最初の計画に含まれていませんでした。しかしながら、ここで想定外の攻撃を、鋳造工場へ行ったギルドメイトがいたのです。日本時間の午後9時にギルドメイトのウェイン・トラウブさんが、彼が攻撃指示を受けていない鋳造工場へ攻撃をしています。彼の予定外の攻撃に気づいたカーク信者は、最初は戸惑いましたが、ウェイン・トラウブさんの住んでいるブラジルの現地時刻を見た瞬間に、彼がどうして鋳造工場を攻撃したのか理解できたのです。この日のウェイン・トラウブさんには、一つの攻撃目標しか指示していませんでした。なぜならば、ウェイン・トラウブさんの2回目の攻撃を、1回目の攻撃が失敗した拠点の5詰め攻撃用に使おうと考えていたからです。しかし、グラビティへ加入して日が浅いウェイン・トラウブさんは、2つ目の攻撃目標の指示が自分に与えられていないことに焦りを感じて、誰も攻撃の指示をされていない鋳造工場へ攻撃を仕掛けてしまったのでした。ここで重要なのは、インターネットの向こう側には、今のあなたとは全く違う生活環境でヒーローウォーズをプレイしているギルドメイトがいることを知っておくことなのです。わかりやすく言えば、時差のある海外で遊戯をしているギルドメイトにとって、日本時間の午後9時は、ブラジル時間の午前9時だったということです。なぜウェイン・トラウブさんがチャット等で攻撃の指示を仰がなかったかというと、職場や学校へ行かなければならない時間だったからだと思います。
カーク信者が運営しているギルドグラビティは、世界中の12カ国に居住しているギルドメイトで構成されているので、英語をチャットの公用語として使用しています。多国籍ギルドの運営で最も大変なことは、言葉の壁ではなく、時差なのです。ヒーローウォーズが誕生した国はロシアなので、ギルド戦の開催時刻は、モスクワに住むロシア人にとって最も快適な時間帯が適用されています。モスクワ時間でヒーローウォーズを遊戯している人の場合、正午にギルド戦がスタートして、午後11時にギルド戦が終了することになりますが、どう考えてもこの時間帯にギルド戦を遊戯できる人が一番快適だと思うのは、私だけではないと思います。さて、話はウェイントラウブさんの件に戻りまして、彼に鋳造工場を攻撃した理由を尋ねたところ、時間がなくて慌てていたからだと言っていました。やっぱりそうだったか、出勤前の忙しい時間帯でギルド戦に参加しているんだなぁ。そのようなわけで、機会があれば運営側に、ギルド戦の開催時間帯の延長をお願いしてみようと思います。ギルド戦の終了時刻をあと2時間ほど延長できれば、ギルド戦に参加しやすくなるプレイヤーも多くなるのではないでしょうか？それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。